ローウォーズファンの皆様、おはようございます。本日より、久しぶりとなるイベント、黒ひげの絵さんがスタートしました。そうしたら、動画チャンネルの視聴者様からこのような質問をいただきましたので、その質問について、カーク信者なりの考え方をお話ししようと思います。視聴者さんの質問は、海賊の財宝の画面にて、わずか2箱目を開封した時点で、レッサーヒーローソウルストーンの宝箱に当選したから、画面を更新した方が良いのでしょうかというものでした。結論から先に述べますと、お目当ての対象に当選した時点で、海賊の財宝の画面を更新された方が良いでしょう。海賊の財宝の画面には、対象として3種類の魅力的な商品が設定されています。対象以外の商品も魅力的に見えますが、やはり、対象に設定されている3種類の商品と比べると、明らかにしょぼい商品と言わざるを得ません。ここから、カーク信者の思考回路の話をするよ。世の中には、判断を迷うような局面が多々訪れます。職場でも学校でも、決断を迫られる状況に陥った際に、トンチンカンなことを言い出す人がいます。ちょっとだけだからいいよ、とか、少しの違いだからいいんじゃね？といった論法で、何事もなかったかのように決断を先延ばしにするといった考え方です。カーク信者の場合だと、判断や決断に迷った際は、それらの事柄を、10倍や100倍といった単位に変換して、どう対処するかを考えるようにしています。今回の視聴者さんからの質問だと、カーク信者なら次のように状況を設定した上で、どのタイミングで海賊の財宝の画面を更新するかの判断をします。例えば、あなたは海賊の鍵を30本所持していて、あなたが欲しいと願っている商品は、3種類の対象の全てだとします。そして、あなたが海賊の鍵を使用した際に、必ず最初の3箱の開封で、それら3種類の対象の箱に当選すると仮定します。この場合、あなたは海賊の財宝の画面をどのタイミングで更新しますか？この状況設定だと、3箱開封するたびに海賊の財宝の画面を更新すれば、30箱の対象を手にすることができるのです。つまり、お目当ての対象を引いた時点で、海賊の財宝の画面を更新するのが最も得策ということがわかると思います。今の例え話はあまりにも極端すぎると思われたかもしれませんが、これが海賊の財宝画面における基本原則になるのです。でも、対象以外の商品にも、500枚のアリーナコインみたいに、魅力的な商品があるんじゃね？ここまでのカーク信者の説明を聞かれた方はお分かりだと思いますが、財宝の宝箱を開封する際は、自分が絶対に手にすると決めた商品に当選した時点で、すぐに海賊の財宝の画面を更新するのが最も効率的なのです。逆の言い方をすると、お目当ての対象に当選するまでは、画面を更新しては決していけないということなのです。判断に迷った際は、極端な考え方をすれば、意外と簡単に正解を導き出せたりするのです。わかりやすいように、例え話を一つしようと思います。昨今の流行病対策として、日本政府が経済対策として打ち出した、いくつかの政策がありました。流行病対策給付金などは、その最たる例になります。しかしながら、その流行病対策の給付金を受け取る家庭を選別する際、トンチンカンな線引きをしていたことを覚えておられるでしょうか？世帯主の所得や18歳未満の子供がいる世帯といった判断基準を用いて、給付金の支給対象となる世帯を選別した事例になります。カーク信者は、これらの政府案を聞いた際に、次のように考えたのでした。おいおい、流行病が今後10年間続いたと仮定した場合、今打ち出した政策を今後10年間、毎年実行できるのか？もしも高齢者に限定して給付金を支給した場合、若者と高齢者の間で不公平感が湧き上がるんじゃないの？
もしも18歳未満に限定して給付金を支給した場合、果たして給付金を受け取れない18歳以上の人が、10年間も不公平感を抱かない保証ってないんじゃね？このような論法で物事を考えると、日本政府が行っている政策がいかに近視眼的なことしか考えていないかがわかるのです。いや、ヒーローウォーズはゲームだから、そんなに深く考えなくてもいいんじゃね？そもそも、カーク信者さんは18歳未満でないから、給付金をもらえなくて悲願でいるだけじゃないの？まあ、何はともあれ、海賊の財宝形式のイベントを遊戯する際は、お目当ての商品を心に決めて、それに当選したら画面をすぐに更新するのがいいと思います。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。